こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの毛糸で編むこちらのクッションカバーの編み方の後編の動画になります。使用する材料など詳しい説明は前編の動画をご覧ください。後編では白い部分から編み始めていきます。かぎ針は引き続き6号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。縁の1段目の編み図がこちらです。細編みと鎖を繰り返し編んでいきます。カラー部分を編み終えたところから糸を引き抜きます。鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つの3つ目のところに1つ目の細編みを編みます。鎖を編んで1つ目を開けたところに細編みを編みます。鎖を編んで1つ目を開けたところに細編み、鎖を編んで1つ目を開けたところに細編み、鎖、細編み、鎖、細編み、この繰り返しで編んでいきます。角のところまで編んできました。引き続き鎖と細編みを繰り返して編んでいきます。下の段の鎖2つのところは鎖、細編みになります。下の段の鎖3つのところには細編みを3回編んでいきます。鎖を編んで1つ目の細編み、鎖、2つ目、鎖、3つ目の細編み、角が編めたら引き続き鎖、細編み、鎖を編みます。直線の長編みの1つ目は細編みになります。鎖を編んで1つ目を開けたところに細編み、鎖、1つ目を開けたところに細編み、鎖、細編み、この繰り返しで編んでいきます。2つ目の角のところまで編んできました。2つ目の角も同じように編んでいきます。鎖、細編み、鎖を編んで角のところは細編みを3回編んでいきます。1つ目、鎖、2つ目、鎖、3つ目、角の3つの細編みが編めたら鎖と細編みを繰り返して編んでいきます。
直線の長編みの1つ目は細編みになります。ここから次の角まで鎖1つ目を開けたところに細編みを繰り返して編んでいきます。この繰り返しであと2つの角も先ほどと同じように編んで1周編んでいきます。1周編んできました。最後に鎖を1つ編んで1つ目のこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これで縁の1段目が完成です。縁の2段目は鎖1つで立ち上げ、鎖細編みを繰り返して編んでいきます。1段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、鎖を編んで下の段の鎖のところに細編みを編みます。鎖、細編み、鎖、細編み、この繰り返しで編んでいきます。直線部分を編んできました。角のところも引き続き細編みと鎖を繰り返して編んでいきます。角の3目のところは鎖が分かりづらいですが、この部分に細編みを編んでいきます。細編み、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖、この繰り返しで細編みと鎖を繰り返して1周編んでいきます。1周編んできました。増し目をしていないので少し丸まった感じがして大丈夫です。2段目の最後は細編みになります。最後の細編みが編めたら最初に鎖で立ち上げたところに針を入れて糸を引き抜きます。これで縁の2段目が完成です。縁の3段目は下の段の鎖のところに長編みを2回ずつ編んでいきます。2段目の編み終わりから1つ目の鎖のところに針を入れて糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げて同じところに長編みを1回編みます。次はこの部分に長編みを2回編みます。
次はこの部分に長編みを2回編みます。この繰り返しで下の段の鎖のところに長編みを2回ずつ編んでいきます。角のところまで長編みを2回ずつ編んできました。角の編み目のこの鎖のところだけ長編みに鎖長編みにを編みます。長編みを1回2回編んで鎖を1回編みます。同じところに針を入れて長編みを1回2回編みます。角の鎖のところだけこんな感じで編んでいきます。ここから次の角までは鎖のところに長編みを2回ずつ編んでいきます。2つ目の角のところまで長編みを2回ずつ編んできました。角に来るこの鎖のところだけ長編みに鎖長編みにを編みます。角の鎖のところが編めたら次の角までは鎖のところに長編みを2回ずつ編んでいきます。この繰り返しであと2つの角も同じように編んで1周編んでいきます。1周編んできました。最後の鎖のところにも長編みを2回編んだら最初に鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで縁の3段目が完成です。
縁の4段目は鎖1つで立ち上げて鎖、細編みを繰り返して編んでいきます。3段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げて鎖を1回編みます。長編みと長編みの間のこの部分に針を入れて細編みを1回編みます。鎖を編んでこの部分に細編み、鎖、細編み、鎖、細編み、この繰り返しで編んでいきます。角のところまで編んできました。角に来る鎖のところにも細編みを編んで、引き続き鎖、細編み、鎖、細編みを繰り返して1周編んでいきます。1周編んできました。最後にこの部分に細編みが編めたら最初に鎖で立ち上げたこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これで縁の4段目が完成です。縁の5段目は鎖1つで立ち上げ、細編み、鎖を繰り返して1周編んでいきます。4段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖のところに細編みを1回編みます。鎖を編んで次の鎖のところに細編み、鎖、細編み、この繰り返しで編んでいきます。角のところも下の段の鎖のところには細編みを編んで鎖の繰り返しで大丈夫です。この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。5段目の最後は鎖になります。1つ目の細編みのところに針を入れて糸を引き抜いたらこれで5段目が完成です。5段目まで編めたら糸をカットして糸処理をしておきます。同じものが2枚できたらこの後2枚を一緒に編んでいきます。縁の6段目は鎖1つで立ち上げ、細編み、鎖を繰り返して編んでいきます。2枚一緒に編んでクッションを入れていきます。裏と裏を合わせます。
角になる鎖のところに針を入れます。2枚目の方も角に来る鎖のところに針を入れます。ここが編み始める場所になります。糸を引き抜いて鎖一つで立ち上げます。同じところに針を入れて細編みを1回編みます。鎖を1つ編んで次の鎖のところに針を入れて細編みを編みます。鎖を編んで次の鎖のところに針を入れて細編みを編みます。鎖細編み鎖細編み、この繰り返しで編んでいきます。編み始めた場所から3つ目の角まで細編みと鎖を繰り返してきました。この後クッションを入れて残りの部分も編んでいきますが、もし取り外せるようなカバーにしたい方はここから片面だけ細編みと鎖を編んでフリルを編んだ後にファスナーをつけたりボタンホルダーを編んでボタンをつけたりしても大丈夫です。動画ではここでクッションを入れて残りの部分もすべて細編みと鎖で編んでいきたいと思います。クッションを入れたら引き続き細編みと鎖で2枚を一緒に編んでいきます。最後の直線も鎖と細編みで編んできました。最後の鎖が編めたら1つ目の細編みのこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これでクッションが入りました。最後にフリルを1周編んでいきます。もしかしたら目数がきっちり合わない場合もあるかもしれませんが、何箇所か一目ぐらいずれてても全然気にならないので、最後はあまり細かく気にせず楽しくフリルを編んでいきましょう。6段目を編み終えたところから鎖1つで立ち上げます。下の段の1つ目の細編みのところに細編みを1回編みます。2つ目の鎖のところに長編みを編んでいきます。
長編みが編めたら鎖を編んで、同じところに針を入れて、長編みが編めたら鎖を編んで、同じところに針を入れて、長編み、鎖、同じところに針を入れて、長編み、鎖、同じところに針を入れて、長編み、鎖を編んで、同じところに針を入れて、長編みをもう一回編みます。一つの鎖のところに長編みを6回編んだら、この部分に針を入れて細編みを編みます。下の段の1、2、3、4の細編みのところで一つのフリルができるイメージです。2つ目のフリルはこの部分の鎖のところに長編みを編んでいきます。長編み、鎖を繰り返して編んでいきます。長編みが全部で6回編めたら、この部分に細編みを編みます。4つの細編みのところで1つのフリルができる感じです。この繰り返しでフリルを編んでいきます。フリルを1周編んできました。最後のフリルを編んでいきます。最後のフリルが編めたら、1つ目の細編みのところに針を入れて糸を引き抜きます。糸をカットして編み終わりの糸を糸処理します。長めに糸を通し終わったら糸はカットして完成です。お疲れ様でした。ハートのような模様が入った可愛いクッションに仕上がります。肌触りもさっぱりしていて一年中使えそうなので、もしよかったら編んでみてください。
メンバーシップにご登録いただいた方には動画への質問やうまく進まない時にご質問いただけます。動画以外にもさらに詳しく質問したい方のためにサイズ変更など個別相談もできるプランも新設しました。メンバーシップ限定の動画も少しずつアップしています。さらに編み物を楽しみたい方におすすめです。いいねボタンやコメントをいただき、いつも本当にありがとうございます。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録